おはようございます。チキンパラダイスハワイの葵です。今日も青空です。おはよう。こっちもおはよう。今日はちょっと暑いね。その最初に拾った鶏っていうのがこちらに今いるペンちゃんです。ペンちゃんは私が最初に拾いました。こちらにいるペンちゃん、実はお母さんとお父さんが誰かは知っているんですけど、ペンちゃんは見ての通りのこの羽がすごくふわふわしててね、多分おじいちゃんかおばあちゃんかがウコッケイなんだと思います。うちのアパートの裏側の谷を越えた奥の方に鶏を飼っている人が多いちっちゃいなんか集落みたいなのがあるので、その辺からなんかやってきたんじゃないかなと思われます。多分お母さんがそのウコッケイの遺伝子を持ってたと思うんですけど、お母さんは顔もトサカも足も全部真っ黒でした。でお父さんはなんかオレンジっぽいいわゆる普通のオンドリで、胸になんか水玉模様みたいな模様があるオンドリでした。皆様野生の鶏なのでもうこの世にはいません、残念ながら。でそんな2人から生まれたペンちゃんは生まれつき体が弱かったみたいで、お母さんに嫌だそうですお母さんに捨てられてしまいました。で捨てられたひよこは寒くて生きていけないので、その辺で倒れてそのまま死んでしまう子が多いんですけど、ペンちゃんは偶然私が拾ったので今元気にしてます。最初は本当に大変で、水を一口飲ませるのにも何をやったらいいかわからないし、鶏なんか触ったこともなかったので、こうやって顔を支えてあげて水をちょんってつけてあーとかやってて本当今思うと笑い話ですけどね、その時は必死でした。それで生き返ってああよかったって言って、そしたら急に走り回りだして、で私がお母さんだと信じ込んでたみたいで、視界から消えたら叫ぶのでアパートだから黙りなさいって言って本当に24時間もうずっと一緒にいないと風呂にも入れなくて、だから風呂場に連れてって風呂の縁に泊まらせてじっとするんだよって言って水に入ろうとして何回か大変なことになりました。でもちろん夜寝る時も本来はお母さんにくっついて寝るので一緒に寝たいって騒がれたんですけど、ある程度大きくなるまで寝返りをした時に潰してしまったら困るのでって言ってケージに入れてたんですけど、その寝かしつけが大変でもう人間の子供みたいに30分1時間2時間ぐらい叫んでることもありました。である程度大きくなったら一緒に布団で寝るって言ったら寝るって言って走ってくるので、だいたいいつもお腹の上とかにドシーって乗られてました。未だに一緒に寝てます。でそのある程度のサイズになって鶏小屋に住み始めた時期があったんですけど、そっから1年ちょいぐらい経ってペンちゃんも卵を産んでた時期があったんですけど、卵を産んでるせいでカルシウム不足になっちゃったみたいで、オンドリに交尾される際に背中にドカッて乗られて、その衝撃で足の上の方の、人間でいう太ももの骨が折れてしまって、結局治療のために家に連れて帰ることになりました。でその治療のためにその時だけ動物病院に鶏を連れて行ったんですけど、鳥を見てくれる動物病院が少なすぎてもはや選べないっていう感じで、ここしかありませんっていうところに行ったけど、対応があまり良くなくて3回も手術をしたのにうまく治らず、ペンちゃんの体質もあったんだろうけど
結局骨はつながったけど柔らかい状態で、どっかから飛び降りた時にまたボキって折れちゃって、なんかまた複雑骨折みたいになって変な感じで固まったっていうので、未だに元気にやっております。なのでちょっと足を引きずってますけど、別に何の問題もなさそうです。足でどっかから飛び降りようとするから、いつもダメダメダメって言ってわざわざ手ではいどうぞって下ろしてます。で今に至るこのベタ慣れの名前を呼んだら走ってくる鶏です。そして鶏小屋に住んでた時は多分結構我慢して耐えてたみたいで、家に連れて帰って家に住めるんだって理解した瞬間に、もう他の鶏には敵意むき出しの、そしてこの子めちゃめちゃ喧嘩が強くて、お父さんは喧嘩用のおんどりの血が半分ぐらい入ってたから、4分の1ウコッケ、4分の1喧嘩鳥、そしてそのまた半分がハワイにいる野生の鶏っていう、ちょっとよくわからないミックスの鶏で、しかも凶暴というなのでその辺にいる鶏も見たらもう瞬間的にブチギレて、そして喧嘩が強いのでボコボコにしてやったよって帰ってきます。なのでペンちゃんは鶏小屋の中に入ることはほぼありませんね。その辺で草つっついてるけど出ておいでよ。はい。そしてペンちゃんは庶民のご飯は食べない主義なので、普通の鶏の餌を食べてくれることは稀です。オウムのヒナにあげるための粉のミックスを水で溶いてペースト状にしたやつを好んで食べるので、それを毎朝毎朝作ってあげてます。よかったね。あれ高いんだよ、知ってる？知りません。はい。でよくペンちゃんはおんどりですかって聞かれるんですけど、このトサカがあまりにも立派なので、ペンちゃんは女の子です。さっきも言った通りめちゃめちゃ卵を産む時期がありました。このトサカが大きいのは年齢に疲弊して大きくなっていくトサカなので、とてもなんというのか女王様的なシンボルの役割があります。いいよね、強いんだよね。ちょっと100回記念に間に合わなかったんですけど、ペンちゃんの誕生日は6月22日です。なので今年の6月22日でペンちゃんは無事に4歳になりました。イエーイ。野生の鶏の寿命はだいたい 2,3 年ぐらいなので、結構長生きしたと思います。まだまだ現役ですみたいな顔してるペンちゃんのお姉さんは野生の鶏として人生を全うしたのでもういないんだけどね。でペンちゃんのそのお姉さんが残していったペンちゃんの甥っ子と姪っ子にあたるオンドリとメンドリが鶏小屋の中で生活してます。ペンちゃんは全然知らないって顔してるけどね。というわけでペンちゃんはこんな感じです。